エビチャーハン、簡単に言うとね。甘辛なんですよ。要するにその上に刻みしたのがはい。美味しいです。これ中辛なんですけど、なんか甘辛くていい感じなんですよ。これで620円、本当安いと思います。いらっしゃい。そのお好きなとこどうぞ。お好きなとこどこで座ってもご自由です。しんどくてしんどくてしょうがない。だけどここのカレー食べたいからずっと続けててねっていう言葉もちらほら聞くね。そのためにもう続けなきゃ。ベンガルカレーっていうのを昨日作ったやつを温めるインドのベンガル地方ってあるんですよ、そこでよく主流なカレーっていうかな、こっちの黄色い方はカシミールカレーって言って、カシミール地方でよく主流なカレーで、お客さんに説明するときは簡単にベンガルは極辛カレー、カシミールは辛口カレーですっていうふうに言っちゃうんだけどね。で人気あるのはこの極辛のベンガルの方が一番よく出ます。人気ありますよ。辛いの苦手だったらこちらの欧風カレーを、中辛のタイプをおすすめですね。その辛さ以外に味も結構違う。もちろん、スパイスの違いでその味が違うからね。ウコンの量がどのぐらい、ターメリックの量がどのぐらいとか、そういうことでね。受け継いでるレシピがあれね、あんまり言えないよね。その仕込みはどなたが？仕込みは俺しかいないから。俺自体は20年だからね。20年やったら覚えるよね。お店は70年だけどね。俺は20年。こっちは今ポークカレーを、これはね、ダマ石置くとダマが出るんですよ。ダマがね、このダマを潰すのが大変なんで、ほっとけないんだよね、これをね。何分に1回混ぜるんですか？15分に1回か10分に1回かな。表面に膜ができちゃって、それがダマになっちゃうんですよね、カレーはね。気を抜けないんでね。あ、10時過ぎた。毎朝こんな感じでこうカレーの仕込みっていうか。そうそう。いつも大体10時5分前にはもう出来上がってる。全部一人なんで大変ですね。大変だって大変の3乗以上だよ。掃除する暇もないからすごい汚いんだ。気持ちあるんだよね。気持ちあるけどさ、いざやろうと思って休みたいと座りたいと思って掃除する体力ないんで、お客さんをこなすだけで精一杯なんでね。年取ってもう老眼で目が悪くなって皮がついてるのかついてないのかも見えにくいんだよね。
チキンカレーとか、まあ、他のいろんな種類にもよる、カレーの種類にもよるんだけども、いろんなものが皿の上に乗っかるんですよね。それを手頃のサイズ感に調節してるわけ。サイズね。野菜。そうですね、野菜カレーのトッピングみたいな。不思議なことに野菜カレー出るとき野菜カレーばっかりだしね、何かに偏るんだよね。なんなんだろうなこれな。出ないときは全然出ないし、何かにその日によって偏りがあるんだよな。あれなんなんだろうな。不思議だな。七不思議な。あと七不思議といえば、お客さんが全然もう1時間ぐらいお客さん来ないなと思って一人来たらもうボコ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 って釣られてくるしね。なんでその辺の信号でみんなで待ち合わせて、あそこにちょっと意地悪しに行こうかってって一気に行ってさ、大変な思いさせてやろうみたいな意地悪なこと考えてんじゃないかと思ってさ。1時間ぐらい来ない時はしょっちゅうなんだよ、しょっちゅう。うん。1時間ぐらい来ないとしょっちゅう。そういう時は何してるんですか？もう休んでるよ。もう疲れをなんていうの？エネルギーを蓄えてるっていうか、その疲れを癒してるよ。ふわーっとして。ふわーっとしてるとその寝ちゃうんだけどね。でピンポーンって音が鳴るから鳴って起きちゃうんだよね。なんでせっかく気持ちよく寝たのに。今何をやってるんですか？これサラダ。サラダを区分けっていうか。コールスロー。そう、コールスローサラダね。大体 OK かな。なんか食べてたんですか？バナナ。バナナ。朝バナナ。朝はいつもバナナ1本これで一応仕込みが一段落した時に、バナナ1本で夕方4時から5時ぐらいまで、もうずっとそうだね、20年間以上ね。で夕方4時か5時ぐらいにカレー食べて、でうち帰11時か12時ぐらいにうちに帰ってコンビニ弁当食べて、それで終わり。毎日カレー食べてて飽きたりしないんですか？もう飽きてる完璧に飽きてる。完璧に飽きてるのにコンビニ行ってさ、何にしようかなって、このカレーうまそうだなって、たまにコンビニのカレー買って帰るのがたまにあるんだよね。今日はカレーにしようかな。子供の頃から好きだったね。子供の頃は何かとなんか、あれば誕生日だとかなんかあれば、もうお母さん今日カレーねとか言って。以上でーす。ベンガルカレー、唐揚げで、あとゆで卵。ベンガルカレー、唐揚げ、ゆで卵。はい。
いらっしゃい。どうぞ、お好きなとこどうぞ。お好きなとこどこに座ってもご自由です。あ、雨降っちゃう。雨降ってます。ああ、そんな大雨じゃないですけど。あ、うん。雨。カシミールカレーの、はい。カツカレー。はい、カシミールカツ。お疲れさん。お一人どうぞ。お。これがなくなったらこう入れるんだけど、今から用意しとかないと間に合わなくなっちゃう。12でしょ。バーッと来たらすぐそんなになくなっちゃう。アイスコーヒーと、はい。20年近く前から来てるじゃないですか。20年までは経ってないのかな。でも15年以上は通ってますね。僕はここ来ると基本的には9割以上バスとひき肉の便なんです。あ、そうなんです。僕はそれでほとんど決まってる。味に別にカレーの味が好きなんですよ。コールスローもいつも頼みます。カウンターでもいいし、奥のテーブルでもいいし。元祖エビです。はい、わかりました。
エビチャーハン、簡単に言うとね、エビソース、あれ作るのが大変で手間暇いるし、あれが何が入ってるのかって言われるとそれは答えられないけどね。70年ぐらい前に渋谷にできましたね、本店がね。その渋谷で働いてた従業員が実家の岡山に帰ることになったんですよ。要するに10年間何年か働いてね。で田舎で何やるのってカレーやりたいんですけどインディーラの名前使っていいですか。あ、いいよ、使ってやれば。そういういきさつらしいですよ。甘辛なんですよ、要するに。その上に錦糸卵が入ってて、美味しいです。火つけないと間に合わないな。出来上がるのに30分で蒸すのに30分で、いや、1時間ぐらいかかっちゃうからね。もともとこのインディーラっていう俺20歳の頃食べによく行ってたからね。雀荘でバイトしててインディーラが1階にあったんでね。1階かな、隣のビルの1階かな。お客さんが「憲法下からカレー頼んでくれよ」と「俺はエビ飯だどうのこうのコールスローサラダつけてな」とかどうのこうのとかメモって電話して出前してもらうんじゃね。そこであんなものエビ飯とか俺も給料もらったら食べてみようとかさ、あんなものコールスローサラダ、俺はもう芋サラダしか知らないから田舎もんだからね、あんなものコールスローサラダそんな感覚だったね。で30歳になって40歳になっても50歳になってもなんか渋谷に用があって出かける時来る時あるじゃない。渋谷に出かけた時は必ずエビ飯食べて帰ったね。俺は50歳の時にリストラにあったんだよね。リストラって普通の会社員だったわけじゃないけども、リストラにあって、それで困ったな、仕事しないと貯金も底ついちゃうし、あちこち仕事探すけども、50になって仕事探してんだけど、まず雇ってくれるとこないよね。コンビニとか居酒屋とかいろんなとこ面接に行くんだけど、大体店長が30代ぐらいでしょ。だから俺が50だからやっぱ使いにくいと思うんだろうね、その一瞬でね、履歴書見てね。申し訳ないけどどうのこうのってもうずっと断り続けて、これはもうどこも雇ってくれないなって。それでたまたま見かけた有楽町のインデーラで「あなたもカレー屋でインデーラやりませんか?」っていう張り紙見てすぐ電話したんだよね。そしたらそこのオーナーっていうか社長が道玄坂に今1店舗あるんだけど、そこ買ってくれないっていうから、ちょうどここなんかもう経営がニッチもサッチもいかなくて潰そうっていうか、誰かに引き渡ししたいっていう向こうのちょうどあれもあったんだよね、兼ね合いもあったんだよね。なんかここやってくれないかって言うから、俺にできるかなって。とりあえず1ヶ月ちょっとタダで研修させてって、で1ヶ月研修させて、俺それまで50まで包丁も触ったことないしフライパンも触ったことないから、いろいろ聞いてみてやらせてもらったりして、それで覚えたね、1ヶ月でね。いつものでお願いします。はいよ。
すっごい分かりづらいことなんですけど、広島屋の近くで並ぶんです。来られてる。危ないからやめて。週一は危ないからやめて。インディーラカレーのポーク1つとポーク一つ。カシミールカレーのはいクリームコロッケ。はい、カシミールコロッケ。はい、カシミール野菜。はい、ポークカレー。はい。食べてもらう。入れる時間のタイミングが難しいんだよ。コロッケと一緒に入れちゃうわけいいかね。カシミール野菜どちら？いいやと思うけど一応言ってこれ中辛なんですけど、ちょっと甘さちょっと強めかなと思うんですけど、ふるつけ、なんか甘辛くていい感じなんですよ。これで620円、本当安いと思います。620円。そうなんでね、もう値上がりしてるでしょ、いろんなもの、米肉、卵、なんでもね、値上げしなきゃってずっと思ってるんだよね。だけどその値上がりするためにはメニューを書き直さなきゃいけないでしょ。そういう時間暇っていうかエネルギーがないのよ。もうとにかく朝来て準備してお客さんをこなして後片付けしてのちょっとした隙間があったらもう椅子に座って体を休めたいっていうのと、そのメニューを作るっていう作業がさ、手が届かないんだよね。One fried chicken? フライドチキン、 Yeah, one pork. とんかつ、オッケーオッケー。
カツ、フライドチキン。Yeah, I had the tonkotsu, so the pork Tonkatsu? yeah, so the pork cutlet, and I got the Japanese style curry, so it's not so spicy. It's very, very delicious, like a little bit sweet. It's actually like our first curry that we've had in Japan. Very delicious, very good. Yeah, this is amazing. Very good. Thank you. ワンオペはいつからワンオペなんですか？そうだね、10年ぐらい前かな。なかなか仕事も大変で覚えにくいし、いろんなことが覚えにくいし、みんなすぐ辞めちゃうんだよね。教えるのも大変で倍疲れるね。俺は休みだし、1月1日から365日仕事。このビルで一番俺が通ってる。このビルにいる中で元旦が来たって誰もいない店に。だって俺休んでじゃあ誰かやってくれるっていう人いないんだからで休んでると全部金を捨てなきゃいけないよ。捨てるっていうか次の日来て新しいものを作んなきゃ、最初から一から作んなきゃいけないと。しんどくてしょうがないよ。だけどここのカレー食べたいからずっと続けててねっていう言葉もちらほら聞くね。そのためにもう続けなきゃ。何歳まで続けたいとか？いやもう100歳でも200歳でも体を動かして仕事しないと人間ダメになっちゃうと思うよ。仕事しないとダメでしょ人間は。